Hey guys! 皆さんこんにちは、たくまです。今回は日本語を勉強している人でなかなか日本語が話せないという方の主な理由について話していきたいと思います。皆さん日本語を勉強していると思うんですけれど、文法はわかるんだけれども、日本人と話すときになかなか日本語が話せないなっていった経験ってありませんか？私も英語を勉強しているときに似たような経験があるのですごくわかるんですけれども、今回はその日本語の話すときにちょっと困るなっていうような、そういった理由について話していきたいと思います。そして、ここでの日本語がなかなか話せないなって思う理由は主に5つあります。で、1つ目の理由は何ですけれども、1つ目の理由は言いたいことはあるのに言葉がなかなか出てこないといったことがあります。これは皆さんの頭の中で日本人の人と話すときにこういうこと伝えたい。例えば私の趣味はとか、私の職業はとか、私の好きなことはとか、いろいろあると思うんですけれども、頭の中では分かっているけれども、いざ日本人の人に話すときに日本語が全然わからない、出てこない、思い出せないっていった経験がある人も多いんじゃないかなというふうに思います。これはね、すごく自然なことだと思います。なぜなら皆さんが普段使っているのっておそらく日本語じゃないですよね。皆さんの母国語を普段使っているので、そもそも頭の中で言語を変える習慣だったり、脳のメカニズムができてないと思いますので、それをいきなりするって結構難しいというふうに思います。だからそこは大きく心配しなくて大丈夫です。ただ、普段グラマーの勉強、文法の勉強であったりとか、日本のアニメとかドラマを見て、よくね、自分でインプットの勉強をたくさんしてる人っていうのは多いと思うんですけれども、日本人の人と話したり、日本人の人の話を聞いたりするとき、いわゆるアウトプットの勉強をするときに、やっぱり日本語、なかなか会話って難しいですよね。なので、その時には、今まで勉強したことっていうのを使うときに、パニックにならないこと。これが一番すごく大切なのかなっていうふうに思います。日本人の人も、そんなに怖い人は、ね、そんなたくさんいないので、皆さんが日本語を間違ってたりとか、日本語が思い出せないっていう風になった時でも、そんなに皆さんにプレッシャーを与えたりすることはないと思います。なので、皆さんが勉強してきたこととか、ね、覚えてきたことっていうのを少しずつでいいから頭の中で思い出して、それを日本人の人と話すときに使ってみるのがいいと思います。だから、時間をかけても全然いいと思います。ただ、もし、ちょっと日本人の人に申し訳ないな、ごめんなさいっていう気持ちがあるときは、ちょっと待ってください。今思い出していますっていうふうに言ったり、もしね、なかなか思い出せないときは日本人の人に、ちょっとこういうこと言いたいんですけど、何でしたっけっていうふうに助けてもらうことも全然必要だと思いますので、そんなにたくさん心配しないでいいと思います。なので、しっかりね、自分が伝えたいことを伝えようというね、こういったね、スタイルは必要だと思うんですけど、そんなにたくさん焦らなくていいと思いますので、落ち着いて日本人の人と話して、わからなかったら日本人の人に助けてもらう。これがとてもいい方法だと思います。はい。では、二つ目なんですけど、発音やイントネーションが難しいといったことがあります。これ、例えば何かというと、例えば日本語でも同じ言葉で違う意味の言葉ってたくさんあるんですけど、例えば、飴と雨。天気のですね、外で雨が降っているっていう飴とキャンディー、お菓子の飴っていうと、雨と飴、同じ言葉なんですけど、少しイントネーション違いますよね。他にも、カエル
と帰るっていう言葉があるんですけど、帰るっていうのは外に出ていて家に帰るっていう時もありますし、帰るっていうともう動物の帰るですね。ゲロゲロっていう帰るっていうのもあります。ただこれは正直日本人の人も意識して帰ると帰るっていう風に、まあ一応使い分けてはいるんですけど、なんとなく会話の中でニュアンスっていうのを予測して話してるだけなので、あんまりここはすごく心配するところではないかなというふうに思います。例えば、さっきの最初に雨のお話ししたと思うんですけれども、雨が降ってきたね、外見て雨が降ってきたねって言った時に、キャンディーが降ってきたねって思わないですよね。それと同じように、だいたい発音とかイントネーションが少し間違ってても、だいたい話の会話の中で意味っていうのは伝わると思いますので、そんなに発音とかアクセント、イントネーションっていうのは心配しなくて大丈夫だと思います。だいたい皆さん、日本人の人同士もなんとなくで理解し合ってるので、そこはあまり心配しなくていいと思います。続いて3つ目なんですけれども、すぐに敬語を使わなきゃいけないという気持ちです。日本語を勉強している皆さんだったらよくわかると思うんですけれども、日本人はとてもよく敬語を使います。特に皆さんも教科書、テキストブックで勉強するときに、敬語ってたくさん出てくるんじゃないかなと思います。なので、日本人の人と話すときには、敬語使わなきゃいけない、間違ってたらどうしようっていうような気持ちにもなる時もあると思います。確かに日本で生活する中だったり、日本人の人と会話するときに敬語を使うっていうのはすごく大切なことです。じゃあ、敬語を 100% 使わなきゃいけないかっていうと、実際はそうではないです。例えば、友達の人と話すときとか、あとはね、家族の人と話すときっていうのは、全然敬語は基本的には使いません。ただ、もし仕事してるときに自分のより年上の人とか、あとは、プライベートの時でも自分より年上の人とか、あとはお仕事の時だったらお客さんとかね。そういった時には敬語は使わなきゃいけないんですけれども、常に敬語を使っているわけではなくて、うまく敬語と、カジュアルな普通の表現っていうのを使い分けているので、絶対敬語を使わなきゃいけないっていうことは日本人はないです。はい。確かに敬語を使った方が一番安全ではあるんですけれども、それだと結構、なんていうのかな、会話の内容っていうのがすごく硬くなってしまう。うん。すごくお互い緊張してしまう気持ちになってしまうので、すごくね、リラックスした会話っていうのもすごく大切だと思います。ただ、一方で、敬語を使わないと相手にとって失礼になる場合もあるので、それはしっかり使い分けて、両方使うのが一番いいかなというふうに思います。ただ、日本人のその先生とか、日本人の人と話すときに、じゃあ敬語を間違ってたら、じゃあいけないかっていうと、そういうわけでは必ずしもないかなというふうに思います。特に日本語のレッスンを受けるときに、じゃあすごく敬語っていうふうに考えすぎてしまうと、逆に自分の思っていることとか考えていることを言うことができなくなります。だから、あまり敬語ばっかり考えてしまうと、自分の日本語力のレベルっていうのが、どんどんスピードがゆっくり上がっていってしまいます。それよりも間違っててもいいから、どんどん自分が勉強したことっていうのを使っていく。アウトプットしていくっていうことがすごく大切だと思いますので、あまり敬語っていうことにこだわらないで、自分が思っていることっていうことを、まずは一番に言っていくこと。で、もしあまりにもたくさん間違えてたら、日本人の人はしっかりチェックしてくれると思いますので、あまり心配しなくてもいいかなというふうに思います。4つ目なんですけど、4つ目が単語の選び方が難しいというのがあります。
例えばこれは先ほどのですね、敬語と同じなんですけれども、例えば食べるっていう単語ありますね。英語だと eat って言うんですけど、これをお客さんとか年上の人とかだったら召し上がってくださいっていう風に言うことがあるんですけど、その使い分けが難しいっていう風に結構悩んでいる人も多いという風に聞きます。さっきの敬語と同じなんですけど、こちらも確かにこの時はこの言葉を使う、この時はこっちの表現を使うっていうのは確かにルールはあります。じゃあ、それを 100% 守らなきゃいけないかっていうと、そういうわけではないかなっていうふうに個人的には思います。はい。もちろんね、しっかり使い分けるのが理想的ではあるんですけれども、実際日本人の人でも間違うこと多いです。特に若い人は多いです。なので、それを間違ってたら、誰かがやっぱり教えてくれることが多かったりするので、そこから学んで、2回目にするときは、しっかり気をつければいいだけかなというふうに思います。だから、日々勉強なんですよ。本当に。教科書とかを見ながら勉強するっていうことはもちろん大事なんですけど、実際に使ってみて、間違えて、そこから新しく勉強することっていうのも、実はたくさんあったりします。なので、間違いを恐れずに、まずは使ってみる。間違って、ことは後で学べばいいと思いますので、間違ったことは間違ったことで大丈夫です。そして間違ったことを次回から修正して、正しいことを言っていけば、もうそれはそれで大丈夫だと思いますので、とにかく間違いを恐れないということ。これはすごく大切なことなんじゃないかなというふうに思います。はい。では、5つ目なんですけれども、相手が言ってることがわからなくて、会話が止まってしまうということです。これ皆さん経験よくあるんじゃないかなと思います。例えば日本人の人と日本語で話しているときに、相手が言っていること、最初はね、簡単な会話で分かってたんですけど、だんだんちょっと難しい内容だったり、なんて言ってるのかなっていうふうに、ちょっと分からなくなってきて、突然会話がピタッて止まってしまって、なんて言ったらいいんだろうとか、なんか合ってるのかなと思って答えてしまったり、ね、間違った理解をしてしまって、違う質問をしてしまったり、なんかそういうことってあったりするんじゃないかなと思います。これは正直に言いますと、よくあることです。私日本人なんですけど、日本語でもそういうことよくあります。というのも、日本語の意味っていうのは、さっきも話したんですけど、同じ言葉でも違う意味があったり、日本語を直接的に話す人もいれば、結構直接的に話さなくて、違う言い方で話したりする人とか、いろんな人がいるんですよ。だから人によって日本語って言っても使い方が違うので、その人が言ってることが自分の思ってることと 100% 同じかっていうと、そうじゃないことも結構あります。だから、そういう時はね、会話をしてる時にわからないこととか、会話がストップしてしまった時にどうするかっていうと、すみません。もう一回言ってもらえますかとか言ってくださいとか、っていうふうに相手に聞いてみることとか、これってこういうことで合ってますかっていうふうに聞いてみるのがすごく大事だと思います。皆さんいかがでしたでしょうか？今回は5つのことについてお話をしました。どれもね、皆さんが勉強していく中で結構悩まれたりとか、結構考えることが多い内容だったんじゃないかなというふうに思います。正直日本人の私でも日本語難しいなっていうふうに、今日本語教えてても思うぐらいなので、皆さんにとっては本当に難しく、結構大変だなって思うことも多いんじゃないかなというふうに思います。ただ、毎日ね、継続して勉強して、あとはこうやって日本人の人と話したり、日本人の人と話していろいろなことを話すことによって、より日本語力が向上していくことだったりとか、新しいことを気づくきっかけとなると思いますので、ぜひ継続して勉強してください。
ではね、また、新しい動画投稿していきたいと思うんですけど、もし皆さんの方でも何かリクエストとかあったらお気軽にコメント欄の方にコメントいただけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you so much. バイバイ。